ハエの生態と生態系保全への取り組み。イントロダクション。想像してみてください。ハエが飛び交う光景を。我々の生活の中で一般的な存在であるハエですが、その生態について詳しく知っている人は、意外と少ないのではないでしょうか。この不愉快な虫についての知識は、大体が病原体を運ぶ能力に関連しています。しかし、ハエの生態はそれだけではありません。今回は、ずんだもんと四国メタンの対話を通じて、ハエの生態とそれが生態系保全にどのように関連しているのかを、深掘りしてみましょう。ハエの生態。ハエってどういう生態なのだ？ハエは卵から幼虫、さらにさなぎを経て成虫になるの。その成虫の寿命は数日から数週間程度なの。それからハエは病原体を運ぶということで悪名高いけど、実はそれらの微生物が対比化や分解作用を助ける役割も果たしているの。つまりハエが運ぶ微生物は生態系のバランスを保つのに重要な役割を果たしているってことなの。ハエと生態系保全。じゃあ、ハエが生態系保全にどう関わってるのだ？ハエが運ぶ微生物は死んだ動物や植物の分解を助けて、それが土壌の肥沃化につながるの。つまりハエは生態系の中で重要な役割を果たしているの。これらの微生物は自然界のリサイクルシステムの一部になって、生物の死骸を栄養素に変えて土壌を豊かにするの。ハエの存在がなければこれらのプロセスが遅れるかもしれないわね。つまりハエとその微生物の存在は生態系の健康を維持するために不可欠なのよ。ハエの生態と生態系保全への取り組み。それなら、ハエの生態を理解することで生態系保全にどう貢献できるのだ？ハエが生態系の一部として大事な役割を果たしていることを理解すれば、その保全に向けた意識や行動が変わるかもしれないわね。例えば環境汚染を防ぐための取り組みや、ハエが生息できる自然環境の保全などよ。ハエが運ぶ微生物の重要性を理解すれば、ハエをただの害虫として見るのではなくて、生態系の一部として考えることができるようになるわね。まとめ。ハエの生態を理解することで、それが我々の生態系の一部として、どのような重要な役割を果たしているかを、見つめ直すことができます。だからこそ、普段見過ごしやすいハエの存在を、もう一度考えてみてはいかがでしょうか。ハエが運ぶ微生物が果たしている役割を理解することで、私たちは生態系の保全というより、大きな視野を持つことができるようになるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。